立花さん。彼女は涙をたくさんためた目で俺を見つめてきた。ごめんね、本当に。やっとそれだけ言ってさっと目を伏せた。これ以上彼女に何か言うことはできない。彼女の言葉も聞くことはできない。スーツケースを持ち上げると、俺は社員寮前に止まる車へ乗り込んだ。駅までお願いします。運転席の先輩に告げる。いいのか、立花。さえさんをこのままにして。心配そうな顔で先輩が聞いてくる。いいんです。突き放すように言って車を出してもらった。心の中でつぶやいた。さようなら、さえさん。どうか俺のことは気にしないで。そして幸せをつかんでほしい。君のそばにはいつも見守ってくれている人がいるのだから。早くそれに気づいて。俺はこれから左遷人事を受けて山奥の支店に向かう。支店長とは名ばかりの現地の老人と二人きりの仕事だ。それもこれもすべて俺が社長の縁談を断ったから。ある日突然社長室に呼ばれた俺は驚くような話を持ちかけられた。立花君、君は将来有望な若者で、わしもとても目をかけている。どうだろう、わしの娘のさえと結婚しないか。俺にはもったいないくらいの話だったが、それをどうしても受けることのできない理由があった。それは2年前の夏、俺立花俊彦は25歳で沖縄にいた。スターライト那覇というリゾートホテルでバイトに励んでいたのだ。お金を貯めてカメラを買いたい。そしたら映画を撮る。それが子供の頃からの俺の夢だった。いつか人間の心の中を覗き込むような作品を作りたい。例えば内藤監督のような。そう、俺は若いのに渋いねなんて言われるほど昭和にこだわる映画を撮り続ける映画監督内藤賢治の熱狂的なファンだった。今や日本映画界の至宝とまで呼ばれるようになった内藤監督は年を取ってから映画の道に入って大成した。それに比べて俺はまだ20代。いつかきっと内藤監督を超えてみせる。そのためにもまずはいい作品を作って監督に認められたいものだ。などと息巻き、想像だけをどんどん膨らましていった。こんなめんどくさいタイプだったので、昔から友人は少なくてコミュニケーションが下手。周りには自分と同じような年頃の男女がたくさんバイトに来ていたのに、うまくなじめなかった。すでに友達同士でやってきた者もいるし、俺みたいに一人でがっつり稼ぎに来た者もいたようだ。大抵は夏の沖縄、あわよくば自分も楽しんじゃえなノリで、みんなどんどん親しくなっていく。俺だけはそういうチャラついたやつらに、お前らとは違うんだぞオーラを放ってしまい、どうも距離を取られていった。けれども俺の方としても、暇さえあればナンパしたり遊びに行きたがるようなやつらと一緒にされたくないという気持ちもあった。立花君はなんかとっつきにくいとか、怖いなんて言われているのは重々承知。みんなを避けて黙々と仕事をする俺、かっこいいなんて半分やけくそでそういう立場に酔っていた。そんな中、新しいバイト来るんだけど、立花君仕事教えてあげてよと社長に言われて、はあと大声を出してしまった。だってこっちも忙しいし、立花君はバイトで一番よくできるからさ。
一番できると言われると悪い気はしないが、真面目に働いてたらこんな面倒があるなんて。俺は結構へこんだ。まあ仕事を教えるのもまた仕事なので仕方なく引き受けることにした。多分俺の仏頂面を見たらそいつは他の人に助けを求めていくだろう。もしちゃんと働く気があるなら面倒を見てやってもいいが、俺についてこれるかな。どこまでも俺様な俺がこうして出会ったのが森下浅尾だった。よろしくお願いします。浅尾、今時じじむさい名前だ。でも挨拶もきちんとできるし、影ひなたなく真面目に働く。俺が無言の時は余計なおしゃべりを仕掛けてこないところも気に入った。俺たちはやがて浅尾、立花さんと呼び合う仲になって周りは驚いた。はじめみんな浅尾に同情したらしい。立花君の元につく新人がかわいそうだという声が上がったと聞く。言うやつは言えばいい。俺は何も気にしない。それよりも浅尾が俺の敬愛する内藤監督の映画をよく見ていたと知り、断然会話が盛り上がった。聞くと浅尾の祖父が監督のファンでいつも一緒に見てましたとのこと。どうやら浅尾の家の事情は複雑らしく、祖父と二人暮らしをしているようだ。浅尾はその点に関してはあまり語りはしなかった。俺が東京生まれ東京育ちなのに対し、浅尾は首都圏で暮らしており、そのことでも話は弾んだ。そんな浅尾が今回わざわざこんな遠くまで働きに来たのは、その祖父にいろいろな土地を見てこいと送り出されたから。俺たちはすっかり意気投合し、お前が気に入った。俺が映画撮るときは助監督につけよ。酒を酌み交わしながら言うと、立花さんにそう言われたら断れませんね。わかりました。色よい返事をもらい、ますます俺の意欲は高まった。ところがある日、俺は見た。バイト先のホテルスターライト那覇に泊まりに来た女の子3人組に取り囲まれている浅尾の姿を。森下くんがここでバイトしてるなんて知らなかったとか、久しぶりだね、元気だったなどとワイワイやっている。その中にひときわ目を引くかわいい子がいた。栗色の髪を肩まで伸ばし、ゆるいカールをかけた色の白い女の子で、浅尾は彼女に特別気を配っているようだった。津上さん、スーツケース持つよ。何かあったらすぐ呼んでね。俺はピンときた。そういうことか。彼女は、森下くん、高校の時と変わらず優しいね。それに浅尾が頬をあからめていた。ははーん。本当は組んで一緒に段ボールを運びたかったのだが、つい遠慮して一人でトラックの荷台に上がった。大量の野菜を厨房に運び込まなければならない。その段ボールを抱えて2往復したところで浅尾が駆けつけてきた。立花さん、すみません。いや、別に冷蔵品じゃないし、知り合いが来たんだろ。ちょっとくらい話してこいよ。ニヤニヤしないように気をつけながら言うと、浅尾は何でもない様子で、高校の同級生です。びっくりしました。ポーカーフェイスうまいなぁ、なんて考えながら二人で作業すると早く終わった。浅尾はそれから彼女たちが帰るまでずっと、その津上紗枝という女の子に優しい言葉をかけ続けて常に気を使っていた。あれは浅尾の片思いなんだろうな。俺は海岸で一人休憩しながらタバコをくわえた。送っちゃえばいいのにな。悪くない雰囲気だし。ああ、青春だな。こういう作品も撮りたいな。と一人つぶやいた。まさかその後、この俺が映画を撮る夢を諦めて就職。
その会社の社長の娘、津上紗枝に会い、縁談を勧められるとは。当たり前だが、その時の俺には全く予想もできなかった。俺の弟分である浅尾が思っていること結婚なんてできない。これが俺の出した答え。山奥に向かう汽車の中で、俺は久しぶりに浅尾に電話するかとスマホを取り出した。ちょっとだけ津上紗枝についても聞いてみるか。そもそも浅尾がしっかりしないからこんなことになってるんだぞ。などと考えていると、別れ際の紗枝の顔が目の前に浮かんだ。いかん。あれ、橘さんですか？うわ、久しぶりですね。電話の向こうの浅尾は何も変わっていなかった。あの人懐っこい顔が思い描ける。一通り近況報告などをして、俺はそろりそろりと聞きたい質問を始めた。それでお前、結婚とか考えてないの？いきなり何ですか？笑う浅尾。そうだよな。してない俺にそんなことを言われてもだよな。だが、ここはオス。沖縄の彼女、どうしてちゃんと付き合わないんだ？沖縄の彼女って誰です？とぼけているようには思えなかった。本気で戸惑う浅尾に俺は、あの子だよ。ホテルでお前が散々世話焼いてた可愛い同級生。津上紗枝と言えないのがもどかしかった。え？そんな子いたっけ？津上さんですか？よく覚えてましたね。そういうことじゃないだろう。イライラする俺。お前がほら赤くなったりしてるから憧れの女の子なのかなって。電話口で爆笑する浅尾。いや、すみません。でもそこまで笑うか？無然とする俺に、あの子に気を使ったのは訳があるんですよ。沖縄来るの怖いってずっと悩んでたんです。友達に押し切られてきたけど、実は虫が怖くてたまらないって。ほら、沖縄のガとかでっかいでしょ。初めて見て気絶寸前だったから、なんとかしてって3人に頼まれたんです。それだけですよ。なんだって？それ、マジか。俺は自分の早とちりと思い込みに唖然とした。橘さんってやっぱりロマンチストですよね。俺、もし好きな子できたら橘さんに一番に協力頼みますよ。ところで、今、休暇中なんですか？のどかなアナウンスが電話に入ったらしい。田舎駅、次は終点山奥駅です。こうしてはいられない。ああ、休暇のつもりだったけど、俺の勘違いだったわ。とりあえず、東京に戻る。じゃあまた飲みに行きましょうね。おう。俺はもしかしたら、またこの山奥に来ることになるかもしれないけれど、その時は自分で玉砕したのだから納得がいくさ。とんぼ返りしてきた俺に皆は驚きを隠せなかった。どうした？もしかしてあまりに山奥すぎて辛いから退職するとか？次々と心配してくれる声が上がる。俺も沖縄時代から比べるとずっと大人になり、コミュニケーションベタからはなんとか脱却した。いつの間にかこんな風に言ってもらえる人間関係まで築けたのだな、としみじみしてしまった。社長にお話が！無理を承知で直談判に飛び込んだ。浅尾のもとに俺から結婚式の招待状が届いたらどんな顔をするだろう。照れくさいものだ。ちなみに当時のことを紗枝に聞くと、覚えてる。友達がどうしても沖縄行きたいって言うから付き合ったけど、本当に虫がバカみたいに大きくて怖かった。
めちゃくちゃ泣いたの。ホテルで偶然森下くんに会って助かったわ。あらかじめ部屋の虫除けしてくれたり、ずいぶん気を使ってくれて。おかげで楽しく過ごせたもの。なるほど。ちなみに、朝尾と久しぶりに話して、俺の諦めた夢がまたムクムクと大きくなってきた。今考えているのは、内藤監督みたいに人生経験を積んで、ものづくりの下地養成をすること。薄っぺらい若さだけでどうにかなるものでもなしと悟った俺だが、胸には熱い思いが今もたぎっている。まだまだ俺もこれからだ。いつか世に問える何かを生み出すぞ。多分きっと俺たちにならできるはずだから。